いわゆるそのトラウザース、要はスラックスとジーパンの違い、それを分けるのはやっぱりその巻き縫いっていうのとそのチェーンステッチっていうのがもう代名詞なんですよ。そのコロナになりでリモートのその仕事とかでやるようになっていく、でなんか上だけでいいやみたいな文化になりつつあった時ですよね。でそういう時にうちもなんかものすごく履きやすい要は部屋着になるようなジーパンをちょっと考えたわけですよ。そういうのを縫っていくとその巻き縫いっていうのはもう結構ギュッてこう詰まっていくんで硬くなる。じゃあこれ巻き縫いやったらこうお尻のとこ座ったまんまやったら痛いな、家の中でゴロゴロしたら痛いよなとかっていうのでだんだんなんか、ちょっとこう巻き縫いやめてみようかとか、いろんなそういう葛藤の中からじゃあやっぱり自分の独自路線、その巻き縫いをやめてチェーンステッチをやめたらジーパンじゃないって言われてもいいやと。ここへ来てというかこの1年ぐらい前ぐらいからですかね、だんだんこういろいろこうジーパン作っていく中でチャレンジじゃないんですけどジーパンを縫う専用のミシンっていうのが主に3種類ぐらいあるんですね。でそれが巻き縫いっていう後ろの十字のところを縫う部分、要はこっちから2つの生地をこのミシンに突っ込んでいくと後ろからもうつながったものが出てくるって言ってもものすごくテクニックがいるんで、別に2つをピュッて入れればビュッてきれいに出てくるっていうもんではないんです。一番難しいとされるミシンなんですけど、でそのミシンを使うことですごいこう書いていくというか詰まっていくわけですよね。でそれが洗っていくとパッカリングっていうこういうこういうボコボコっとしたパッカリングというあたりになってくるんです。でこれが味なんですよね。でそれとループ縫いっていうの、ループのミシンっていうのもあって、ループをそれはもうこっちから入れていけば後ろからもこのループですよね、ループになって出てくるっていうのがずっと長く何十メーターもずっとこうつないでいくんですよ。でそれを切って使っていく。でそれとあとは裾のチェーンステッチっていう有名な、今履いてもらってるやつとかも全部そうですけど、チェーンステッチ、ユニオンスペシャルっていうミシンがあって、これがやっぱりもうジーパンの代名詞、そこのあたりが出るのがかっこいいっていうのがすごいもうセオリー通りなんです。でも逆に言えば弱いんですよ。指で引っかかるんですよね。だから裏側がチェーンステッチって言ってこういうチェーン状になってるんで、そこがこう引っかかるということは切れやすいっていうのがあって、で僕にしたらなんかいくらいい生地を使っていくらほどけにくい縫製してるって言っても巻き縫いをしてる時点でどうなんやろという疑問が湧いてきて、でそれはもう絶対ジーパンの中のジーパンたるゆえんっていうのはもうその巻き縫い、大きく分けても巻き縫いとチェーンステッチって言ってもいいぐらいなんですね。裾の縫いの。でそれを僕なんかその指が引っかかって切れるとかそういうのが嫌なんで、その本縫い普通のミシンで折り伏せって言って真ん中を縫って折り込んで2回縫うっていうふうにしたら見た目は同じようになるんですよ。でもそのパッカリングっていうのは少ないんですよね。でそれをやりたいなってずっと思ってたんですけど、その踏ん切りがやっとついてそのミシンを排除したわけではないんですけど、そのミシンを使わない縫製方法を自分の中でこうすごく模索し始めたんですよ。でそれをやるっていうのがなぜかっていうと、あまりにもその本縫いだけでやってしまうといわゆるそのトラウザース、要はスラックス、ズボンですよねとジーパンの違いっていうののどこの線引きっていうのはもちろんないんですけども、それを分けるのはやっぱりその巻き縫いっていうのとそのチェーンステッチっていうのがもう代名詞なんですよ。でそれを排除するとどんなことになるかっていう、もうジーパンとして認められへんっていう、多分ヴィンテージ好きな方とかやったら何やこれっていうふうに多分すごい嫌悪感を覚えるようなものにしかなれへん違うかな。でも
やこれやっぱ本当の意味でその強度というかもともとジーパンが生まれた時のものっていうのはもちろん作業着なんで破けたら次のものに変えればいいという発想ですし、やっぱり作業着なんで安く作らないとダメなんで早く縫えるイコール安くなる。でそういう一発で縫えるミシンをアメリカで考えられたわけですよね。でもそれじゃないんですよ。今の強度っていうのはその作業服であった時のデニムよりもすごく毎日デイリーに履くっていう強度の方がすごく大事で、そうなるとその今言ってるチェーンステッチ裏が引っかかるっていうことがすごく僕の中ではすごく疑問が湧いてきて、じゃあやめてみよう。でもそこでやめていくと今言って堂々巡りなんですけどスラックスになってしまわないかな。でそこの部分がものすごく怖かったんですけども、やっぱりそのスラックスとジーパンのそのミシンの違いはもちろんあるんですけども、その大きな違いがもう一つあって、やっぱりそのミシンのテンションのかけ方なんですよね。スラックスっていうのはやっぱり僕らでいうパッカリングですけど、それがピリングって言って要は釣ったようになるっていう言い方も逆に言えばできるんで、スラックスにはそういうふうに逆にデメリットになってしまうと。だから逆に言えば僕はもっとテンションかけてジーパンらしさを強調する中と、あと普通使ってるやつよりも少し太い糸で縫うこととか、テンションをかけるとか、そういうことで乗り切ってみようということでいろいろ模索して、今やっとその本縫い仕立てという自分でネーミングつけてるんですけど、そういう縫い方がやっぱりやっと完成し始めたとっていうようなとこですね今は。結局その、トラウザースを縫う職人さん、この方も腕はもう超一流です。でその方が、たまたま同じそのセレクトショップさんに卸をさせていただいてる。でそこでそのお店でお会いしたんですね初めて。でいろいろちょっと喋る機会がありましたんで、ちょっと喋らせてもらってる時に一回そのトラウザースの職人さんなんで僕としたら僕らよりレベルは上なんですよ。やっぱりトラウザースの方がやっぱり絶対難しいですから。で僕らはやっぱりちょっとやっぱ尊敬の念を持ちながら喋ってたんですけど、ジーパンね一回そこの自分たちが僕が一回引いたパターンで大園さんに一回ジーパン縫ってほしいっていうふうに言ってもらえたんで、それは光栄なことなんですけど、何をおっしゃいますやらと、僕が縫うよりもそれはもうめちゃめちゃ上手じゃないですかって言った時に、いや僕が縫ったらジーンズにならないんですって言ったんで、僕も同じことを考えてたんですよ。だから僕がトラウザース縫ってもトラウザースにならないんですよ。結局カジュアルっていうか、デニムカジュアルというかそっち寄りにしかならないんで、いやそうですよねって、あれなんでなんでしょうねっていう。だからそのトラウザースの方がジーパンという形のものを縫ってもやっぱりねトラウザースなんですよ。僕はやっぱり全部微妙に重なってるような気がしてるんですけど、結局その一番大きいのはやっぱそのミシンのテンションのかけ方であったりとか、セッティング、そのミシンのその圧のかけ方とかね、セッティングがやっぱ全く違うんですよね。結局そのミシンのテンションが自分が好きなテンションっていうのがやっぱもう決まってるんですよ自分の中で。だからそのテンションではトラウザースにはならないんですよ、逆に言うとね。っていうのを逆手にとって、じゃあその本縫いで縫ったとしても僕が僕とこのミシンで縫えば逆にトラウザースになれへんにやったらジーパンやんかって逆のね発想で、だったらやっぱり一回その、専用のミシンをちょっと使わずにやってみたらどうなるか。だからこれは本当にさっきおっしゃられたように誰もわからないんですよ。ただやっぱり時間と労力だけはものすごくかかるんで、だからどうしても値段は上がってしまうんです。だからうちのお店に買いに来てくださった方には従来通りの方を僕はお勧めしてます。でそれをやっぱりやっていく中でその疑問に思ったところ、そのコロナになりで皆さんがリモートですか、リモートのその仕事とかでやるようになっていく。ほんなやっぱりそのジーパンって一時期
そんないらんやんみたいなね、ジーパンがいらんじゃないスーツがいらんみたいなところにもなり、でなんか上だけでいいやんみたいな文化になりつつあった時ですよね。でそういう時にうちもなんかものすごく履きやすい要は部屋着になるようなジーパンをちょっと考えたわけですよ。10オンスぐらいで、めっちゃ薄い生地で、それで言ったらちょっとコンビニ行くぐらいいけるような感じのものを考えたりしてたんですよね。でそういうのを塗っていったんですけど、そういうのを塗っていくとその巻き縫いっていうのはもう結構ギュッてこう詰まっていくんで硬くなる。じゃあこれ巻き縫いやったらこうお尻のとこ座ったまんまやったら痛いな、ゴロゴロ家の中でゴロゴロしたら痛いよなとかっていうので、だんだんなんか、ちょっとこう巻き縫いやめてみようかとか、いろんなそういう葛藤の中からだんだんじゃあこれ本物の、ちゃんとしたジーンズの中でじゃあ実際にその巻き縫いっていうのが本当に今いるんかって思った時に、なんかどうも今のその、流れといいますかコロナの時にもそういうふうに感じていろいろ軽いものを作ったりもしましたけど、でもやっぱりもうそのコロナが終わり、その中でじゃあ自分がもう一回そのいいものを作れるというか気持ち的にもね、やっぱりもうみんなやっぱり解放されていくんで、その中でやっぱり自分が何を作っていこうってなった時に、やっぱり従来のもののその強度っていうところと履き心地、そのコロナの間にその、柔らかいジーパンを作ったっていうような経験の中からのそれがこうなんか一つのこう考えの中で一つになってきて、じゃあやっぱり自分の独自路線、その巻き縫いをやめてチェーンステッチをやめたらジーパンじゃないって言われてもいいやと。やっぱり自分は履き心地が良くて強度があってっていう方をやっぱり取りたいなっていうふうに思ったんで、チャレンジしていくっていう方向にやっぱりなっていきましたね。はい。かなりありますね。その巻き縫いっていうもので一時期巻き縫いをやめることでその本縫い仕立てっていうものだけでいこうと思ったんですよ。もうそれをやるにあたってやっぱもう俺もこっちに特化してやっていこうって思って一応そのミシンを使わないようにして縫い始めて、それはそれでやっぱり練習していかないと自分で思うようなクオリティにやっぱりなっていかないんで、それをずっと練習していったんですけど、それができるようになった時にやっぱりこの巻き縫いはいるって思ったんですよ。やっぱりこう2つないと絶対成り立てへんっていうふうにやっぱ思ったんですよね。でないとじゃあこれを本当に理解してもらえるかって言ったら、いや別に理解してもらわんでええよという感覚で作ってるものを、それを着てくださったお客さんに理解せえっていうのはやっぱりちょっと僕ちょっとそれおこがましいなとも思いますし、でやめてみたからこそ分かるその巻き縫いの難しさとなんか懐かしさもあるわけですよ。数ヶ月なんですけど、なんかやっぱりやっぱこれ巻き縫いええな、やっぱ巻き縫い縫ってる時ってなんか自分なりのねこうテクニックというかコツがあったのに、それが数ヶ月でやっぱりもう忘れてるんですよね。であれって思うことで、やっぱこれ巻き縫いもやっぱりやりたいわって今まで散々飽きてきたはずやのに、なんか逆にやっぱりやりたくなりました。それとやっぱり難しいミシンなんですよ。だからやっぱりその言ったらピュッて縫ってスルスルっと出来上がるもんでは決してないんで、だからやっぱりそこのやっぱり自分が覚えてきたテクニックとかそういうものはやっぱりこう自分でやっぱり忘れたくないなっていうのもあるし、で今見るとやっぱりいい味は出るんですよ。いやこれね不思議と僕その巻き縫いとかそのチェーンステッチの裾縫いとかをやめたらもう僕ここでゴールやって思ってたんですよ実際に。それがほんまねこの1ヶ月というかこの年明けてからぐらいなんかまたねもぞもぞし始めてるんですよね。だからさっき言いましたようにその巻き縫いをやっぱりもう一回なんかこうできへんかなっていうかその本縫い仕立てっていう一つのジャンルは僕はこれはこれでやっぱり本当に自己満足やと思いますけど、これはこれでいけるなと思ってるんですよね。で特にやっぱりここのベルトループとかも細かいとこですけど、ここにみんなカラビナとか鍵とかかけたりするじゃないですか。そしたらやっぱりそれでこう引っかかるんで、やっぱりループの裏側でこ
はしご型というかこういうふうになってるんですけど、それがやっぱりその糸が切れたりよくしてるんですよね。で僕自身もやっぱりここかけると切れたりするんで、そういうのは嫌やなとか思ってたのはもう解消されたりとか、やっぱりこう自分の中ではすごい満足はできてるんですけど、今度その今までの従来型、僕とこでは一応ヘリテージラインというかヘリテージという形でやってるんですけど、やっぱりそっちはそっちでやっぱりジーパンらしい昔ながらのあったかみのある表情があるんですよ。だからやっぱりねそれはそれでいいんで、だからねやっぱりこう日頃僕自分自身でも今日こっち履こう今日こっち履こうみたいなね形になってるんで、絶対僕その本縫い仕立て一辺倒になるって自分では思ってたんですけど、意外とそうはなっていかない。一つのこれはジャンルとしてなんか言うたら A パターン B パターン C パターンのような、そういうこっち側が優れてるこっち側があかんじゃなくって、なんかそういうふうな横並びになれるんじゃないかなっていうふうに今は最近思ってきてます。